こんにちは、マルチモーダルです。突然ですが、家賃付き70万円と聞いたとき、皆さんはどんな住まいを思い浮かべるでしょうか？港区の高層タワマン、それとも海が見えるラグジュアリービラ、人によって想像する景色は違うと思いますが、今日はそんな月70万円の住まいについて、後半に実物を内見します。中途半端な滞在期間、どう住む？旅というのは不思議なもので、泊まりのスタイルが滞在期間によって大きく変わりますよね。1から2泊の旅行であれば、ホテル1夜、1年住むとなれば、海外では現地で賃貸を借りるのが一般的です。日本では1年マンスリーに住む場合が、では、2ヶ月から3ヶ月という中途半端な期間だったら、日本であれば、マンスリーなどでしょう。特に会社の仕事の場合、家具付き、水道光熱費込み、契約も手軽ただし、通常の賃貸よりも割高です。海外に目を向けたとき、もう一つの選択肢は、ゲストハウスの長期滞在。これは完全にシェアハウスのようなもので、個室もしくは2段ベッドで数人部屋、共用キッチンやバスルームを使いながら、他人と空間を分け合って暮らす。その訳、家賃は格段に安い。学生時代の原点長期ゲストハウス生活。私自身、10年以上前にオーストラリアに住んでいた頃、まさにこのゲストハウス長期滞在組でした。当時、現地で学生として暮らしていた私は、当然すべて自腹。シドニーで当時、普通にシェアハウスを借りると、月に10万円以上。ところが、ゲストハウスなら月後、6万円で済んだんです。キッチンも洗濯機も使えるし、最低限の家具もついている。安く、身軽に暮らす。それが私にとっての最適解でした。ブリスベンへ今回は大人の選択。時は流れて2025年。今回、私は再びオーストラリア、ブリスベンに約2ヶ月半の滞在をすることになりました。当時とは違い、今回は仕事や生活の拠点としての滞在。だからこそ自炊ができることが絶対条件でした。しかし、賃貸物件は短期滞在には向いていません。契約期間や保証金の問題、さらには家具の手配など、2、3ヶ月のために動くには現実的ではない。そのため、選択肢は2つに絞られました。ゲストハウス安価だが、セキュリティやプライバシーに難あり、サービスアパートメントキッチン付き、設備充実、セキュリティ良好だが高額、サービスアパートメント、そのお値段は、今回は、安全面や生活の快適さを重視し、サービスアパートメントを選びました。中心部にも近く、キッチン付き、一応清掃などがついている場所、そしてその家賃付き70万円。さすがに高くないと思われた方もいるかもしれません。物価、人件費の高さからこのような価格になるのが今のオーストラリア。でも、これはホテル同様、時期や立地によって値段が大きく変わるものなんです。観光シーズンやイベント期間中は価格が跳ね上がり、閑散期には値下げもある。需要と供給のバランスで動く、まさに動的価格。特に中心部の物件になればなるほど、料金は跳ね上がります。滞在費は誰が出す？もちろん、なぜそこまで払って済むのかという疑問もあるでしょう。それは滞在の目的次第です。例えば、出張や駐在など仕事としての滞在であれば、企業が滞在費を出してくれることもあります。そうなると、快適さや立地を優先して選ぶのも納得ですよね。今回の私も、そのケースに近く、ある程度経費でカバーされる状況でした。学生時代のように、とにかく最安、という選択基準とは異なり、安全や生活の質も大切にするようになったということです。月70万円の空間には何があるのか。さて、気になるのは実際、その70万円の部屋ってどんな感じなの？というところでしょう。はい、私が住んでるですね、バーウィックハウスということで、バーウィックストリートの60番っていうところになりますね。はい、で8階建てのビルでかなり新しいです。はい、でこの家ね、普通にこう郵便受けとかあって、あとね、オンラインで荷物を買った時とかに、あるね、宅配ボックス、これもあります。で基本的にですね、この建物、完全にその受付の人がいない無人の、施設というかなりまして、最初にね、入るというか、もう全部オンラインでやりますと。で鍵とかもですね、全部そのアプリとかでコントロールする感じになってます。はい、デジタルキーですね、これを使ってピッてで、入ります。はい、こちらがですね、エントランスになります。はい、かなりね、綺麗で新しい施設なので、非常にいい匂いがしますね。はい、この辺でちょっと人と待ち合わせしたりとか、そういうのも全然できますね。はい、でエレベーターです。はい、でね、エレベーターもね、このスマホの鍵で、ピッてやっていかないと、自分の階に行けないという形になっております。
ですね、いきなり屋上にやってまいりました。でね、屋上はね、こういった公共のパブリックのスペースになってまして、こういったね、景色360度ですね、楽しめるようになってまして、この芝生があってですね、こちらヨガなんかができる、オンザマットという設備だったり、そこでね、バーベキューができる、こういったものもね、あって、もうこれバーベキューして食べるとか、そういったこともできるようになってます。ください。ここはですね、フォーティチュードバレー、ブリスベンの街のですね、東側に位置してまして、こちらからね、屋上からもう街並みがよく見える形になってます。はい。でですね、こちらプールがあります。そんなにね大きくないですけれども、ちょっとねチャプチャプするぐらいのプールはあるというような感じです。はい、なんとねジャグジーもあります。はい、やっぱりねここの施設のね、いいところはこの屋上が結構魅力的なんじゃないかなと思います。景色もいいですし、ブリスベン市ね、非常にオーストラリア、全体そうですけども、やっぱりね街中でもかなり空気がいいです。でここねやっぱすごく空気が綺麗なので、この屋上もねかなり過ごしやすいななんて思います。はい、で屋上にはですねトイレと、あとですね奥にサウナがあります。一人用のサウナみたいなやつですね。はい、はい、でこちらがですね客室のフロアになってます。ずっとねBGM がねずっと公共内で流れ続けてるんですよね。でちょっとね、部屋入っていきたいと思います。というわけでね、部屋はちょっとすみません、私ねちょっと生活感が出ちゃってるけどこんな感じです。はい、一応こちらがリビングルームでですね、非常に広いバルコニー、はい、バルコニーはねこうやってもうなんかこれで一部屋できるんじゃないかっていうぐらい広いバルコニーがあってね、お洗濯物を干すこともできます。私はね2階で通りに面したところに、ね、住んでます。はい、でちょっとキッチンですね。オーストラリアではこういうの、割とね日本だと結構しっかりとしたフルキッチンだって思うんですけど、オーストラリアではこれ結構小さい方で、これは普通、これよりちょっと広いぐらいの大きいぐらいのキッチンが当たり前ですね。で、冷蔵庫なんかもしっかりあるという感じですね。でもちろんね食器とかこういう鍋とかねフライパンとかこう全部ついてます。ね、コップとかそういうものですね。でやっぱり全部新しいですね。やっぱり建物が新しいので。でですね、これですね、ちゃんと洗濯機と乾燥機セットであります。はい。ちょっと洗剤はね、ここついてない、ちょっとね、ついてるんですけど、多分自分で買う感じになるかなと思います。でこちらはね、お風呂はね、湯船ないんですけれども、シャワーです。一応ね、シャンプーとかついてますし、タオルとかね、あって、基本的にね、毎日ライトサービスっていうのが入って、タオルの交換とか、毎日してくれるっていう感じになってます。でこちらがですね寝室ですね。はい。でこちらはダブルベッド、いやクイーンサイズですかね。これクイーンサイズベッドだと思いますかな。クイーンサイズでですね、こちらもね毎日ライトサービスが入ります。なのでベッドメイキングを、毎日、してくれてます。なぜか。はい。なので結構いいなと思います。でですね、確か4日に1回フルサービスっていうのが入って、フルサービスが入ると一応この床の掃除とかもちょっとしてくれるみたいな感じになってるみたいです。はい、ただね、そんなにこうキッチン周りの掃除はフルサービスでもなんかあんまやってくれてない感じですね。なんでか多分いろいろ個人のものがいっぱいこう置いてあるとなかなか掃除できないんじゃないかなというふうにちょっと思っております。とこですね。はい。でこちらはですねテレビがついてまして、ネットフリックスとかね YouTube とか見る方そういうのをちゃんと見れるような感じになってまして、自分でログインして使ったりできます。ただこのテレビのですねオーディオというか音ですねあんまり良くないのでっていう感じですね。